おお、すげえ、めっちゃ綺麗。こんな渓流の近くを走れるなんてすごい。雪の道路だ。風がやばい。はい、皆さんこんにちは。元キャンプです。今回はゴールデンウィークに行った東北ツーリングの様子をお届けします。早速なんですが、今回の東北ツーリング、マイクが絶不調でして音が取れてなかったところはこんな感じでナレーションを入れていきます。今回の東北ツーリング全5日間でして、東京を出発して新潟を経由して秋田、青森、岩手を巡る予定です。その5日間の様子を一つの動画にギュギュッと収めましたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編行ってみよう。山形の県境に近づいてきました。秋田県が近いですね。ちょっと木に隠れちゃってるんですけど、右手に見えるのが多分鳥海山。見えるかな。あれ鳥海山のはず。別名蝦夷富士でしたっけ。山形県のシンボル的な山ですよね。日本酒の名前にもなっててすごく有名な山ですね。日本百名山にも選ばれてる山ですね。こうやって見ると残雪があって綺麗ですね。今日の宿の秋田市まであと78キロ、順調っすね。にかほ市、なんかちょっと気持ちいいかも。開放的だ。ありがとう。音が取れてなかったので再びナレーションで失礼します。 Day2 の夜は秋田市内に泊まって、ご覧の映像は3日目、秋田市内から男鹿半島に向かう映像です。この道、なんと風車が見どころでして、北海道のようなまっすぐな道に風車が立ち並ぶという絶景ロードとなっています。東北ツーリング3日目はこの男鹿半島周辺からスタートして、青森の十和田湖周辺をお届けします。なんかこういうところ地形的に海苔とか作りやすそうな気もするけど、海苔の養殖とかはやってないのかな。なんか千葉とか東京でこういう似たような海岸っていうんですかね、地形だと結構海苔作ってるイメージが強いんだけど、なんかこうやってなさそうっすね。まだ桜かな。桜の花がまだ少し残ってましたね。ついに八郎型エリアですかね。ここはね広いっすね。広くてこう畑がブワーって広がってる感じが北海道味ありますね。さっきから結構菜の花かな、ちらちら見えますね。春感出てきた。なんか昨日までさ、てか昨日か、空気どんよりしてて曇りが多かったんですよね。なんでなんかもうどんよりしてて寒いし、冬感強いから気分もねうつむきがちだったんですけど、ここはなんかいいっすね。春感出てて走ってて気分がいい。結構左側見ると菜の花がたくさんある。本当だったら昨日キャンプしようかっていうのを考えてたんですよね。ただあんまりにも寒いから宿を取って寝たんですけど、キャンプしなくてよかったなっていうのを思ってますね。宿で寝て起きて今だいぶ体力は回復してるんですけど、それでもやっぱりね、一日寒い中バイク運転すると体力って削られますし、普段の 100% の体力に対して今多分寝て起きて 80% ぐらいかなっていう体感なんですよね。でこれ多分キャンプしてたら寝てもあんまり回復しないから、今頃もっと疲れてたんだろうなって思います。バイク取り立ての頃ってなんか調子乗ってキャンツーで3日連続キャンプとかやってたんですけど、なんかよくやれたなって思いますね、本当今思うと。このなんかゴールデンウィークの後半は3日間登山するみたいなことも考えているので、体力はねちゃんと温存してこないといけないんで、この旅では無理せずガンガン宿使っていこうかなって思ってます。すげえすげえ。まだ桜が残ってるよ、ほら。すげえ。これは綺麗よ。
れは綺麗やで、ほんと。ちょっと写真撮っとこう。うお、すごいね。桜並木と菜の花ロードというところ。いや、ほんと、そのままなんだけど、素晴らしいね。これも桜だね。もう葉っぱになってるけど、ここあと 1,2 週間早く来たらやばかったんだろうね。いい景色だ。お、統計140度。マジでまさかのダート、踏みしめられてるダートだし、これぐらいなら全然平気ですけど、踏みしめられてるとはいえアスファルトのように完全にフラットではないから、走るたびに車体が微妙に左右に振られて、すごい不安になる乗り心地。なんだこのミラー、お前いつまで続くんだ。これ右曲がってもまだダートあるでしょ。さてはおい Google マップ。うわ、キャップ落としたわ。このカメラについてるキャップをね、ここにキャップつけてたんですけど落としましたね。いやー、もうねちょっと諦めますわ。なんかね、さっきね砂利道走ってる時にね、なんかももに当たったんですよ。なんか当たったなって思って、なんか落としたんじゃないかと思ってバックミラー見たんですけど、本当にちっちゃいカバーなんで、バックミラー見てもね気づかないんですよね。バイクなんで飛び石とかねあるんですよね。それでレンズがダメになっちゃうっていう危険があるんで、レンズ保護のためにずっとつけてたんですけど、ここに来てね、まさかなくすとはね。またダートかよ。そしてしかしね、なくしたものを悔やんでいてもしょうがない。我々にできることは、なんか次楽しいことを見つけることですわ。やるしかない。いよいよちょっと今回の旅の目的でもある十和田湖に向かいます。十和田湖の今20キロぐらいのところまで来てます。ここがなんか樹海ラインらしいんですけど、てかね、見てほしいんですけど、なんかねミラーがねさっきからねすっごいグラグラしてるんですよ。ネジ止めしてるものみたいなんですけど、工具がないとちゃんと閉まらなくてですね、さっきからずっとグラグラしてて、なんかしょうがないから合流の時だけこうやって傾けて見てます。今日宿着いたら直し方ググって調べます。いやー、熊でさ、もうバイクの前に熊ピョンって来られたらもうどうしようもねえぞ。ちょっと開けたところに出た。展望台があるらしいので寄ってみよう。これ階段とかないの？マジで本当熊出ませんように。ちょっと待って、熊坂の峠って書いてあるじゃん。もう熊出るじゃん、これ名前からして。おー、すごい大自然だ。遠くにあるのが岩手山、標高2038メートルみたい。存在感あるね。熊出る前に帰ろう。なんか怖いって。レッツゴー。お前ミラー。まだこんなに雪残ってるんだ。同じ日本国内でも北に500キロ移動しただけでこんなに変わるんだね。さて、そろそろ展望台、十和田湖が一望できる展望台がもうすぐそこであるはず。さて、ここが第一展望台です。どうなんでしょうか。おお、すごい。
めっちゃ綺麗。おー、なんかいいなこれ。ガードレールないとこんなに景色変わるんだ。お、これが奥入瀬渓流。おー、なんかすごいぞ。すごいけど路面も荒れてるぞ。わー、すごい。すごい。こんな渓流の近くを走れるなんて。空気がうまい。自転車。評判通り美しいね。でこれから弘前に向かって今夜の宿ですね。今夜の宿のある弘前に向かいます。なんかこの道がめっちゃ気持ちいい。なんでだろう。視界が開けてるからかな。気持ちいい。いや気持ちいいなこの道。お、こっからも十和田湖が見れる。気持ちのいい道だな。おお、なんかすごいこう開放感あって楽しい道だけど結構怖いぞ。下は崖。おお、すげえ高い。うわー、すごい。雪の道路だ。こんなに雪残ってんだね。超寒い。冷蔵庫の中にいるみたいだもん。なんかさっきからねバイザーもよく曇るなと思ってたら多分気温がすごい下がってるんですねこれ。あ、先行けって。寒いよこれは。決して今薄着してるわけじゃないのにももがめちゃくちゃ冷えてる。お、なんか木もね白樺が多いですね。やっぱここになると。標高 1000m。 ちょっと寄ってくかね。いやー、ここの展望台もすごい眺めだったな。普段あんまり展望台によってすごいなーって思うこと少ないですけど、十和田湖の展望台はすごいですね。なんか十和田湖っていうすごいコンテンツがあるから、なんか展望台もすごい。マジ展望台作ってくれた人ありがとう。はい、今ね一風呂浴びてきまして、ぬる湯温泉鶴の湯みたいなところで一風呂浴びてきて、もうあとは今日の宿に行って寝るだけですね。夕日が綺麗だね。旅先の夕日ってなんでこんな綺麗なんでしょうね。おはようございます。元キャンプです。今日が Day4、トークツーリング Day4 でございますね。今日はですね、午後から天気が崩れるっていうので、多分ツーリングしてもあんまり楽しくないよねっていうことで、せっかく青森に来たので三内丸山遺跡を見て、午後も天気崩れるんでまた昨日泊まったライダーハウスに戻って、午後はもうねゆっくりしようかなって思ってます。ツーリングというよりも観光って感じで行っていきます。おっしゃす。三内丸山遺跡は縄文時代の遺跡を復元した施設です。
正直ここに来るまでは大したことないだろうと舐めていたんですが、お墓跡だったり住居跡をかなり再現していて見応えのある博物館施設でした。個人的に気になったのが、当時ここはかなり栄えていた村だったはずなのに、ここに住んでいた人たちはどこに行ったんだろうっていうのがかなり気になるポイントでした。おすすめの施設ですので、ぜひ寄ってみてください。はい、おはようございます。元キャンプです。本当だったら東北ツーリングもう1日2日やろうかなって思ってたんですけど、どうも今日明日は天気が良くない、風も強かったりとか雨もぱらつく模様なんで、正直いてもしょうがないというか、山とかのツーリングロード行ってもねちょっと楽しめないだろうなっていうことで、予定を切り上げてもう今日は青森から東京に帰ります。で今午前の10時半なんですけど、朝8時に青森を出て今ガンガン南下してるとこです。で今日は本当に風が強くて、今も多分風切り音とかめっちゃ入っちゃってると思うんですけど、そこはもう本当ごめんなさい。で今日確か風速がね8メートルぐらいあるらしくて、もうめっちゃ風が強いんですよ。東北全体で風が強いみたいなんで、本当だったら岩手のね県境にあるアスピーテラインとかこれ行きたいと思ってたんですけど、もうこの強風で山道はやべえと思ったんで、運転も危ないだろうし、風で寒くてどうしようもなくなると思うんで、泣く泣く断念っていう感じですね。生きてればねまた東北行けるし、行けなかったところまた行けばいいやって思ってます。というわけで、今日はねもうガンガン南下していこうっていう感じで、本当帰り道をね少しお伝えできればなというふうに思ってます。今はね岩手県の多分花巻をちょっと過ぎてるぐらいの場所かなって思います。はい、というわけで今日も元気に走っていきましょう。イエイ。はい、宮城県に入りました。風がやばい。こんなに強風の中でバイク乗ったことないぐらい風が強いですね。前を走ってるトラックも風に煽られてすごいこう車体が左右にブレてます。下から上がってくる風でなんかヘルメット脱げそうになるぐらい風強いんですよ。ほんといよいよ風やばいな。これ以上やばくなったらもう今日走るのやめます。帰り道も試練。今福島県に入りました。いやー遠いね東京。相変わらず風はまあまあ強いんですけど、さっきよりは収まって運転には支障ないレベルですね。今栃木県に入りました。しゃー関東イン。やっとね東北エリア抜けて北関東にいいんですよ。長かった。まだ体力も残ってるんで、今日中に東京帰れんじゃないか。これはいけそうな気がする。今埼玉に入りました。やっと東京の隣まで来たよ。もうちょっとだね。頑張れ頑張れ自分。東京に帰ってきました。スカイツリーの麓あたりを走ってます。家に着くまではもう少しあるんですけれども、今回の旅の映像はここでおしまいといたします。最後は12時間東北道を爆走する動画になってしまったんですけども、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。元キャンプでした。またね。